ムジナ。東京の赤坂に紀伊の国坂という坂がある。その坂道がなぜこう呼ばれているのかはわからない。坂の片側は古いお堀で、深く幅も広く緑の土手がどなたかの屋敷の庭らしい場所まで高く盛り上がっている。もう片側は御所の高い石垣が長く続いている。街灯や人力車がなかった頃、この辺りは日が暮れると人気がなくなり、大変寂しかった。それで家路に遅れた人は、日が暮れると紀伊の国坂を登らず、何丁遠回りしても、その坂を通らずに帰ったものである。というのも、そのあたりに出没する一匹のムジナゆえであった。そのムジナを最後に見かけた人は、京橋に住んでいた。年老いた商人で、30年くらい前に亡くなったが、この話はその老人が語ったそのままの話である。ある晩、かなり夜も更けた頃、その男が紀伊の国坂を急ぎ足で上がっていくと、お堀端に女がうつむいてかがんでいるのが見えた。女は一人でひどく泣きじゃくっていた。さては、お堀に身を投げて死ぬつもりか、と察した男は、何か助けてやれぬものか、自分のできることで慰めてやれぬものか、と思い、立ち止まった。女はほっそりした上品な女で、髪は両家の娘のように結い上げ、きれいな身なりをしていた。お女中、と男は女に呼びかけた。お女中、そう泣きなさるな。何か困りごとでもあるなら言うてください。もしお助けできることがあれば、喜んでお助けいたしましょう。男がそう言ったのは本心からで、本当に親切な男だった。しかし女は泣き続けた。そして長い袖の片方で顔を隠していた。お女中、と男はできるだけ優しい口調でまた声をかけた。どうか私の言うことをお聞きなさい。この辺りは若い女が夜分に出歩くような場所ではない。お願いだから泣きなさるな。さあ、私がどうすればお役に立てるか、それを言ってごらんなさい。女はゆっくりと立ち上がったが、男に背を向けたまま、なおも袖で顔を隠し、泣きじゃくった。男はそっと女の肩に手をやって言い聞かせた。お女中、お女中、お女中。まあ、私の言うことをお聞きなさい。ほんの少しでいいから。お女中、お女中。すると女はこちらを振り向いて袖を落とすと、自分の顔をその手でつるりと撫でた。と見れば、女の顔には目も鼻も口もない。あっと男は悲鳴を上げて逃げ出した。紀伊の国坂を駆け上がり、無我夢中で逃げ出した。あたりは一面真っ暗闇で、行く手は何一つ見えない。恐怖のあまり後を振り向くこともできず、男はひた走りに走った。遠くの方で、蛍の火くらいの小さな光が見えた。
男は一目散でそれに向かって駆け寄ると、道端で屋台を開いていた夜泣きそばの提灯だった。恐ろしい目にあった後では、どんな光であれ、どんな人であれ、とにかくそこに人がいるというだけで、それでよかった。男は駆け込みざま、蕎麦屋の足元にへなへなと座り込んだ。ああ、ああ、ああ、と声にならぬ声で叫んだ。これこれ。蕎麦屋はそっけなく言った。これ、一体どうしました？誰かにやられたのですか？いや、誰もやられたのじゃない。と男は言った。ただ、ただ、ただ、あなたを脅しただけですか？と蕎麦屋はそっけなく尋ねた。それでは、追いはぎですか？いや、追いはぎじゃない、追いはぎじゃない。出たんだよ、出た、女が。お堀端で、それで、あの女が見せたのは、ああ、あの女が、私に見せたのは、お前さんに口で言ったってわからない。へえ、ひょっとして、女があなたに見せたのは、こんなのではございませんでしたか？と言うと、蕎麦屋は自分の顔を手でつるりと撫でた。途端に蕎麦屋の顔は大きな卵のようにのっぺらぼうになった。それと同時に屋台の火も消えた。